はい、皆さんこんにちは。鳥犬チャンネルです。今回は旧キットの144分の 1G ガンダムを作っていきたいと思います。今年は放映から30周年いうことで、キットの方再販するかな思ってたけども、やっぱりね、今の事情なかなか旧キットは手に入りにくいことで、駿河屋さんで手に入れました。まずは普通にね、組み立てていきたいと思います。今の時代 RG とかね HG とか、食玩でもいいのあるんですけど、あえて旧キットでやるっていうのが、このチャンネルです。コアランダーの方も組み立てまして合体させて出来上がってきました。これ手とサーベルがねまた別個ついてるみたいですね。ゴッドフィンガーですね。はい、そしたらこれからまたばらしてね、G フレームを仕込んでいこうと思います。今まで作ってきた G ガンダムシリーズなんですけれど7期目になります。 G フレームを仕込んでいて、G フレームだと背中のコアランダーがねどうしてもコックピットが入らないんで、コックピット取り外しにしてきました。今回このゴッドガンダムではコックピットの形状がね他のとちょっと違うんで、今回の G フレームはもう胴体をすっぽり切り取って、肩から切り取って肩の方をはめてあげようっていう風にして、胴体の上半身はちょっとね、使わないようにしてみました。そういう工作をしていきます。はい、それではね、切り取ったパーツになります。肩のね G フレームのところ切り取ったパーツ、そして胸の青いパーツ、これキットの方ね、このように内側もリューターで削り込んであげて、このように肩のパーツを取り付けてあげます。結構ねここのつけるのがねバランスというか、スペースがね取るのが結構ね大変だったかな。一番ここが難しかったですね。これでねコアランダーのコックピット外すことなく合体ができるはずです。そしてこのままだとね、肩の内部関節がなかなかこう動いて大変なので、はい、ランナーとかをね溶かしたり切りくず使ってね溶着していきます。昔だったらねこういうところは瞬着使ってみたりとかパテ使ってみたりして、固着させてみるっていう手法を昔はよく取ってたんですけど、今はこのヒートペンがあるおかげでね、この同じプラスチックで溶かして溶着してあげるってやると割と強いし、こう重さもねそんなに重くならないんで、割といい感じで作業できるかないうふうに思います。はい、お分かりいただけるですかね。でつなぎ目とかもねこのようにヒートペンで軽くなどっていけば消えるので。そして次はですね、胸のこうオープン稼働スーパーモードとかになった時のね胸がパカッと開くのをね再現したいな思ったんで、ヒートペンのカッター、デザインナイフの先っちょですけどね、それヒートペンにくっつけてあげてカットしてってあげてます。薄く切ろうと思うとねこういう風な切り方するととってもやりやすいです。そしてこの切れ目のところにねちょっと溶剤とか流し込み接着剤流してあげると割とこう力かけずにね切れたりするんですけどね。はい、切れ込み入れてあげたんでね流し込み接着を流してあげます。でここでヒートペンのカッターで切ってあげれば割とすんなりと切ってくれる感じですね。はい、ヒートペンのカッターですね。これで切ってます。どうでしょう、何回かなぞるとねズポッと切れていきます。割とね、細く切れるんで、超音波カッターなんかもねいいんじゃないかなとは思うんですけどね。ただちょっとそこまでお金かけられなくてまだヒートペンでやってますけどね、いずれ超音波カッターとかもね欲しいかなとは思ってます。はい、お次はですね、G フレームのですねサイドアーマーのところ、
ここはねもう溶かしていって、そしてサイドアーマーをね、ポリ軸のピンでつけたものをここに差し込むようにしたいと思うんで、もう溶かしちゃってね、軸受け作っちゃおうと思って溶かしてます。他の G ガンダム系とかのね、キット作ってるとか、ここ最初切り飛ばしたりしてね、角材のプラボとか貼ったりして、確か穴とか開けて作ったりしてたんですけど、結局溶かした方が強度的にはね割といいかな思ったんで溶かすことにしました。はい、そしてサイドアーマーの方のね、可動部作っております。 1mm プラパンで、ポリ軸ポリランナーの 2mm の T 字型のところをねプラパン挟んであげて、こういう工作してます。そしてその作った関節部をサイドアーマーのところ貼り付けてあげます。はい、しっかりはめ付けてあげます。そしてねこのように、はい、刺してあげるとできました。こんな感じです。そしてフロントじゃないですね、これは腰のとこのアーマーですね。お尻ですね、リアアーマーですね。ここも同じように作ってあげました。ここは 3mm 軸使ってますね。ポリの軸は割とね、ポリのランナーも捨てずにこうやって使うといいです。はい、そして胸の部分だいぶできてきましたけどね、赤いパーツもつけてこんな感じにしてみました。そして胸の中身のとこですね、ここですね、プラパンをまた貼ってね、ここちょっとフラット面にしようかな思って高さを合わせてるところです。あと胸の青いところのね、黄色と青いところのパカッと開くところの蓋ですね、あそこはネオジムでなんとかしたろうかな思いつつ、こう受けのところをね、プラ棒に金属巻きつけて、ネオジムで動かすようにしようかな思いながらやってるところですね、これね。はい、そして今ねここ仕方ないんで確か瞬着つけてたとこですね。このように取り付けてますけど、これの横にね金属プレートをつけてます。タグですね。でここ、はい、今分かりました。磁石くっつくから先っちょついてたんですけどね、工具の。はい、そして胸のね、中に後でクリアパーツつけようかな思ってるとこですね。ここのなんて言うんだろう、この、はい、開いた時にねパカッと出てくるこう日輪のマークみたいなやつですね。それを寿のこういったパーツでつけてあげます。はい、次は足首のガードの方をやろうとします。そこはね針金、細い針金でねもうつけてあげよういうことにしました。どうしようかな思って RG とかね HG とかの状態、持ってはないんで、またホビーサーチの設計図の方を見に行って、2種類とも違うやり方でやってるんやなっていうところは理解したんですけれど、どうしようかな思った時にこのように針金をね、溶かしたプラ材で、固定してあげて、で反対側もそこをあと出てる針金を差し込むだけっていうことにしようかなということで、ビニールコードで巻いてる針金使いまして、はい、このようにしてみました。どうです？こんな感じでね取り付けしてあげました。次はコアランダーのねブースターの穴が開いてなかったんで開けてあげてます。市販のバーニアパーツに変えてもいいかもしれないですね。はい、そして腕のここですね。ここははめ込みで交換、ゴッドフィンガーの時のこう腕カバーがね、スライドするのを付け替えっていうことをやってたんですけど、ここネオジム入れてあげようかなって思いついたんで、ネオジム 2mm を入れてあげることにしました。これ当たりをね、絵付き針でこうつついてあげてね、ニードルで。それで穴を開けてあげます。穴開けるときはまず 1mm ぐらいで開けて、次に 2mm で開けてあげます。はい、1mm で開けてあげた後に 2mm の太さで、本命の太さで穴を開けてあげます。腕カバーの方に配給のネオジム 2mm を入れてあげるので、まず最初はね、ちょっと深くなりすぎないようにプラボを入れてあげたんですかね。
はい、そしたらね、腕のところにね、ネオジム入れるところに瞬間接着剤のゼリー状のやつをつけてあげます。そしてハイキューのネオジム 2mm 系のやつですね。これ取り出します。取り出す時にこの金属のね、スパチュラで取ってあげて、このようにはめ込んでいってあげます。厚さは 1mm になりますね、このネオジムね。はい、腕に2点入れて、でカバーの方のブルーの方にもね1点入れております。はい、これでね、まあこうスライドするように見えるっていう風にね出来上がりました。はい、お次ですけどね、腕のここのタラズのところはですね、切りくずとかプラランナーからね、同じプラ材を持ってきてヒートペンで溶着してあげます。ここもね、一昔前やったらパテとかでやってたとこですけどね、ヒートペンがあるんでこういう風に同じ素材で作業することができます。ガイアの黒っぽいグレーのサフ終わった後で、今度はね白系の塗装していきたいんですけど、白の下地にね薄いブルーを吹いてみることにしました。スカイブルーだったかな。はい、白系のところに吹いていってます。そしてその後で乾いてからホワイト系を吹いてあげました。こうするとねグラデーション効いてねいい感じになります。次は赤色系のところですね。赤色系のところはね、まずね、これは鑑定色吹いてますね。マスキングしてね、このように吹いております。マスキングもね、やってる時はね、ちょっと手間もかかることもあるんですけどね、剥がす時がね、すごく楽しいですよね。はい、赤の次はこれはねピンク吹いてますね。シャーピンクですね。シャーピンクを吹いております。そしてさらに本命の赤の方でシャインレッドをねその後で吹いております。こうするとね後でトップコートをね、フラットに吹くんですけど、吹いた時にグラデーションうまいこと出てきてねいい感じになるはずです。はい、次はねブルー系の塗装をしようと思ってますね、これね。そしてねブルー系の塗装をしたいんでね、なんかちょっと白っぽい色を吹いてますね。確かそのままクールホワイトを吹いたんじゃないですかね、確か。そして次にねコバルトブルーとクールホワイトをこう混ぜ込んだ色を吹いているところですね。あと若干パープルも入れましたかね。そんな色を吹きました。はい、そしたらね次は顔の塗装に入るんですけどね、まあ赤いこのベロみたいなパーツですね、ガンダム特有の。ここは下出るカラーの赤で塗ってます。まずベースの赤で塗ってね、レイヤーの赤で塗りました。そして、目のとこの色ですね。ここはガイアの、メタリック系のグリーンにシルバー系ちょっと混ぜたやつかな。それでやってますね。はい、そして目の周りのね黒い縁ですね。ここはですね、ここも下出るカラーだったかな。確か下出るカラーあたりで塗ってたと思います。はみ出した時でもね、拭き取ることができるんで、下出るカラーは重宝しております。
はい、次はねコアランダーなんですけどね、ガイアのメタリック系の塗装をしてますね。これは確かガンメタル塗ってたところです。そしてブースターの内側はね、あとは金色だったんで、ガイアのまた金色の方をね塗ってあげました。はい、次はですね、胸のピンクというか赤というか透明のパーツですね、丸のあれをなんとかしてあげよう思ってて、アルミのシールシート出てきたんで、これをねポンチでくり抜いて、寿さんじゃなかったウェーブさんですね、ウェーブさんのクリアパーツに貼り付けて、あとは瞬着でね取り付けてあげます。はい、瞬着をちょっと塗ってるとこですね。はい、こぼしたやつもここにちょっとつけてあげて、そしてここのクリアパーツ、さっきのアルミのねくり抜いたシールを貼ったものを取り付けてあげます。はい、これでね開いた時の雰囲気できたかなと思います。そして墨入れの方入っていきます。墨入れなんですけどね、私は使ってるのは水性ホビーカラーをね薄めたやつに、あとマジックリン混ぜたやつを使ってます。だいたい作り置きしておいてね、このように使ってますし、このようなね白系の多いこういったガンダム系に使うのはいつもグレー使ってますね。ニュートラルグレーで墨入れをしております。エナメル系だとね伸びはとってもいいんですけれどね、後でこう経年劣化でね割れやすくなっちゃったりするんで、それでエナメル系はやめて今は水性塗料でやってることが多いです。水性塗料でもね若干のマジックに入れてあげると割とこう伸びが良くなって、はい墨入れしやすくなるんで、これ別のプロモデラーさんの方がね実践してたのを知ったんで、それでずっとやってるんですけどね。一昔前はシタデルカラーの、そういった墨入れ用のやつっていうのがねナムオイルとかがあるんで、その辺りを使ったりしてたんですけど、なんかせちょっと高いっていうのがデメリットやったんで、こっちの水性塗料、にクレオスの水性塗料を溶かしたものに変えております。もっと前やとねアクリルガッシュ薄めて使ったりもしてたんですけどね。ちなみにこの拭き取る時っていうのはタミヤのアクリル系の薄め液を使っております。
はい、それではね、組み立ての方入っていきたいと思うんですけれど、まず足の方からですね。はい、そしたらね、足のね、カバーですね。カバーをね、取り付けてあげます。針金で取り付けるようになってます。はい、ちょっとね、瞬着つけてあげて、はい、刺してあげます。そして足首を差し込んであげます。はい、そしてね、ふくらはぎになるんですけどね、ここ作る時のね、動画撮影がね、うまく撮れてなかったんですけどね、ここの角ですね、ここはね、ポリランナーのね、タグ使ってね、稼働させるようにしてます。ヒンジ作ってます。はい、そしてね、太もも入ってきましたね。そしてフロントのふんどしのところ、腰のところ、はい、またね、ここのふくらはぎちょっと落ちたんでね、軽く瞬着つけてあげて止めてあげてます。はい、そして上半身ですね。上半身もね、このように、はい、腕をつけてあげます。で、ここのネオジムでつけた腕のカバー。手首はね、バンダイさんのね、手首だけ売ってるんで、それ使ってます。はい、そして胸もね、ここネオジムで取り付けになっております。はい、で、上半身と下半身を接続してあげました。肩間はここ刺すだけにしました。はい、あとは首を取り付けてあげます。この144分の1もね、そんなに顔とかの造形はね、悪くないかなと思います。はい。で、首のね、ここはバーニャノズル使ってね、で、ウェーブのボールジョイント入れてあげてます。ちょっと肩はね、差し込むだけなんで、ちょっとした弾みで外れることもあります。で、背中のコアランダー、はい、もう差し込みで出来上がりになりました。はい、G ガンダムね、G フレーム仕込んであげたんでね、このように腕組みできるようになりました。スタンドの方もね、リングの端っこのやつね、作ればよかったんかもしれないですけどね、適当なものを持ってきてね、なんとなくこう心の目で見ていただくようにしてみました。で、手の方ですね、ゴッドフィンガーですね、キットのものを使ってね、やってます。で、キットのね、ボール軸がね、これ残念なことにね、若干、G フレームと違うんで削ってね、無理やり刺すようにしてみました。で、手の開きはね、ヒートペンでね、熱かけながらなんとなくの形に修正しております。今回のゴッドガンダムは先にアップしたシャイニングガンダムをほぼやり終えた時からね、始めたんですけどね、ちょっといろいろこう、動画で撮影こぼれっていうのがあったんで、ちょっと細かいとこ知りたいないう人には申し訳なかったかとは思うんですけどね、いかがだったでしょうか。はい、そしてね、ここの胸をね、開いてあげます。
ここはネオジムで、そして受けのところは金属プレートが入ってますんで、このように開閉が可能になっております。そして背中側のフィンをこのように広げてあげます。出来上がったんでね、セリフを言って締めさせていただきましょうか。俺のこの手が真っ赤に燃える。罪プラ崩せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。